はい、今回は、スティックを使った、フラムと呼ばれる奏法について紹介していきたいと思います。でフラムは、装飾音を1打付け加えたショットでして、ドラムセットでよく使われるのが同時打ちをこう少しずらして、打つような手法とか、こういった感じで使ったりとか、あとはルーディメンツ系で、こんなふうにフレーズに、ニュアンスをつけていくショットになります。はい、でフラムの叩き方ですけれども、基本的な考え方としましては、ストロークの高さを変えて、低い方を装飾音として同時にスタートさせて落としていくことで、低い方が先に当たる。という、こんな感じで考えていけばいいかなと思います。はい、で主音の方をタイムに合わせて、その手前に装飾音が来るという感じになりますので、クリックに合わせてみますと、こういったタイミングになります。ちなみに、装飾音がクリックに合っている感じですと、こんな感じでタイムから遅れてしまいますので、ちょっと気をつけるポイントだと思います。ただ装飾音ですのでわざと今みたいに演奏することもありますし、例えばこんな感じであえてこう重くするために、タタンタタンみたいに、演奏することありますし、こうしないといけないっていうのはもちろんありませんけれども、とりあえずフラムの基本として、小さな音で、音符の手前に1打入れるというのを、演奏できるように、していくことで、いろいろな、ニュアンスをつけていくのに、つなげられると思います。はい、でこれの練習としまして一つのアイデアとしてまずは手だけでできるようにしていくのもいいかなと思います。
高さを変えて同時にスタートさせる。この動きですけども。これ慣れてないと意外と難しくて例えば、右利きの方でしたら、こう構えていたとしてもこんな感じで右でこう装飾音の方を叩いてしまうという。ということも起きやすいですので、そうならないようにそのまま同時に動き出すような感じで。この感覚をまずスティックを持たずにやってみるのもいいと思います。はい。であと、足も使って、ストロークが高い方の主音の手と、足が同時になるようにして、これどっちの足でもいいんですけども、今はキックを想定しまして右足と、主音が同時でその前に、装飾音として低い方が先に当たるようにしていきます。ちなみにちょっと細かいんですけども、これ足を動かしていると足の方の打面が動いてしまいますのでちょっと横の方を叩いた方がいいと思います。はい。スティックを使わない練習として、よかったら試してみてください。でスティックを使っていきますと、装飾音がタップストロークで主音がダウンストローク。これまたは感覚的に両方とも、高さを変えたダウンストロークで捉えてもいいと思います。はい。で、高低差はどんなサウンドを出したいかというところで、装飾音のニュアンスはいろいろつけていくことになるんですけれども、とりあえず最初のうちはちょっと大げさに差をつけると、フラムの感覚がつかみやすいかなと思います。はい。では、右手を主音としたフラムの連続を、ちょっとゆっくり演奏してみたいと思いますので、左利きの方は逆でも大丈夫ですので、よかったら一緒にやってみてください。
はい、で実践でフラムを使っていく場合、ダイナミックスとかあとフレーズに組み込んだ時に、そのフレーズに合ったストロークを使っていく。といったことが必要になってきますので、そのあたりなんですけれども、まずダイナミクスに関しましては主音側の音量とか、ストロークに装飾音も合わせていく方法と、あと装飾音側は小さいままで主音側だけ音量を変えていく。こういった、ダイナミクスのコントロールを身につけていくといいと思います。で、練習方法としましては、装飾音も、一緒に合わせていく方は、この高低差を保ったまま、クレッシェンドデクレッシェンド、で装飾音を小さくステイさせる方は、主音だけを変化させて、これは装飾音側がちょっとつられやすいんですけれども、こういった方法で、早く叩くときは、フルストロークを使うことになりますけれども、とりあえずゆっくりとダウンストロークを使って、コントロールできるようにしていくといいと思います。で具体的な練習方法としましては、そのクレッシェンドデクレッシェンドを、4段階ぐらいに分けて、1段階目で少し上げて、で3段階目で4段階目、こんな感じで一つの音量を何回か続けて、それを4段階ぐらいのストロークの高さを使って叩いていくという練習方法が掴んでいきやすいと思います。はい、では、この2種類の叩き方を、ゆっくり演奏しますので、よかったら一緒にやってみてください。
はい、では、フレーズに組み込んでいくことに関しましては、まずドラムセットでよく使うフレーズとしまして、2拍フィルでタカトンパン、タタトンパン、これはよく使いますので、この定番フレーズを使いまして、でこのフラムは、今回は、右手を主音にしていますけれども、右手を装飾音にした方がコントロールがしやすい場合は、それでも構わないと思います。左手でバックビートを叩いてますし、その流れでとか右手の方が、装飾のタイミングが取りやすい場合は、それでもいいと思います。あとこういったフレーズでは装飾音は大きめにした方が効果的ですので、ダウンダウンダウンで改めてフラム。こんな感じで動かせるようにしていくといいと思います。あとルーディメンツ系で使うフレーズで、タンタカタンタン、これの頭をフラムにしまして、これなんですけれども、フラムの入れどころとしては、定番の場所の一つですので、ストロークの動きを身につけていくのにいいフレーズだと思います。で動きとしましては、フラムで改めてタカタンタン、でこういったちょっと細かいフレーズにフラムを入れていく場合は装飾音が大きくなりすぎないようにすることで、本来のリズムの部分これがしっかりと、聞こえてきますので、装飾音の音量を上げすぎないように意識していくことで、いろんな、ニュアンスをつけていくときにコントロールが、聞きやすくなっていくと思います。はい、では、最後に、2つのフレーズをゆっくり演奏したいと思いますので、ぜひ一緒にやってみてください。はい、フラムと呼ばれる奏法についてでした。